はね、レッスン11なんですよね。中身は何かっていうと、冠詞と名詞、そして、there is の使い方なんですね。はい。どちらも大切なことです。はい。ですが、コアの部分が決まってますので、そこを今日は抽出してお話しますね。で、今日はですね、この there is の使い方を知ったら、例文の音読まで最後一緒にやってしまいましょう。文法というのは理解して、ああ、そうなんだって終わらせてたら、もうね、抜け落ちちゃうんですね。はい。入れたものをすぐに出すっていうのがすごく大事です。文法って何のためにあるんでしょうか？使うためですよね。だから必ず出した方がいいです。アウトプットをしたら、この理解したことがやっとわかるんですよね。なので、今日は、理解をするところね、文法の説明と、例文の音読までやってしまいます。なのでちょっと長くなりますけどもお付き合いください。例文は12文用意してますのでね。はい、ということです。じゃあまず説明からいきますね。はい。中学英文法第11回冠詞と名詞。冠詞って何かっていうと冠って書くじゃないですか。and, the のことです。名詞の前につけるお冠ですね。はい。これは使い方が一応決まってるので、知識として知っておきましょう。はい。a book。あをつけるときは、一つのって言ってるだけですよね。はい。とある一つのって言ってるだけです。これは何にも特定してないんですね。言ったら極端に言うと世界中のどれでもいいんです、別に。ただ一つのブックって言ってるだけなんですよね。はい。じゃあ、あんになる場合は次の単語の頭が母音の時ですね。あのままだと言いづらいからあんになるわけです。英語ってこの単語と単語の隙間がないんですよ、実際読む時。だから続けて読むのが好きな言語なので、続けて読みたいんですよね。あのままだと続けて読みにくいんですよ、母音同士だと。だから、an office って言いたいので、an に変わってる、読みやすいようにっていうだけです。それだけですね。意味は一緒です。もう不特定です。世界中のどれでもいいんです、別に。特定はしてないんですね。はい。これがあとあんですね。これいいですかね。はい。次に無冠詞のものっていうのは基本的に数えないわけですよね。数えない名詞ですね。はい。例えば nature 自然。自然っていう総称なんですよね。はい。それぞれの木とか湖とか森とかを言ってるわけじゃなくて、自然って言ってるわけですよね。こういう抽象的な名詞は数えないわけですよね。はい。こういう、他にも例えば love 愛とか information 情報とかこういう抽象的な名詞っていうのは何もつけないわけですね。他にも、wine ね、ワインですよね、飲み物ですよね、water とかこういう物質的な名詞、こういうのもね、液体ですし数えないわけですね、基本的にはね。はい。それから Japan、こういう固有名詞ですよね。頭が大文字のもの。ね、秋。こういうのももう、秋は秋だから。ね、Japan は Japan だから。はい。こういうのも数えないし、無冠詞なわけですよね。ということになります、基本的にね。はい。基本的にって言ってるのはですね、実はちょっと会話ではですね、例えばワインにあがついたりとか、することもあるんですよ、別に。会話ではね。はい。その人が、それを一つと捉えていれば。そういうこともあり得るので、基本的にって言っています。その名詞の意味合いとしては数えないですよっていうことですね。ただ、ね、会話っていうのはそれぞれの人の捉え方がありますので、全く絶対につかないっていうわけじゃないんですよね。はい。ただ基本的には、無冠詞ですと覚えておいて大丈夫です。はい。ではですね、だは何なのかっていうとですね、だは何なのかっていうと、だっていうのはですね、基本このイメージ、ああ、それっていうものです。ああ、それ。ね。はい。このああ、それがいろいろあるんですよ、3つぐらい。本人の中でイメージが決まっているものですね。本人の中で、ああ、もうレストランといえばあれみたいな。そういう感じで決まっているもの。海といえばあれみたいな。こう、ボンってイメージが決まっているものについては、だをつけることがあります。あとは、相手との間でお互い決まってるものですね。喋ってる自分と聞いてる相手の中でも共通のレストラン、ね、認識があるもの、ああ、それだよねって決まってるものにだをつける。あとはその喋ってる人にとって特別なものですね。にだをつけるっていうパターンがあります。いずれにしても、みたいに世界中のどれでもいいってわけじゃないんですよね。はい。だっていうのは、ああ、それって本人の中にイメージがボンってある。または、聞いている人との間で共通の認識がある。共通の、ああ、それね、そのレストランねっていう共通認識がある。または特別なものっていう、こういうパターンなんですね。こういう感じで覚えておいて、あとは会話とか例文の中で見ていくことが大切です。はい、ここで 100% 理解して使うっていうのは難しいんですよね。イメージを知って、あとは例文に当たっていくってことですね。はい。じ
じゃあですね、これだっていうのはですね、数える数えない何でも使います。はっきり言って。はい。なので、the book。ある特定の本なわけですね。で、複数形にも使います。the books もありなんですよね。はい。the office。特定のオフィスなわけですね。the offices。特定の複数のオフィスなわけですね。はい。複数形にも使う。それから数えない名詞にも使います。the money。特定のお金なんですね、何かね。例えばおばあちゃんからもらったお年玉とか、ね、特定のお金なわけですね。the wine。特定の何かお話に出てきてるワインか何か特別なワインなわけですよね。ということで、だっていうのは、ああ、それっていう認識を名詞に与えるっていうだけで、数えるもの、複数にも、数えないものにも使う。ね。単数、複数、数えないものにも使うんだよって覚えておいてください。はい、ここまでいいですか？で、このね、あとかだっていうのは、日本人にとってはですね、おいおい、じわじわ分かっていくものなので、このコアな意味を知っておいて、会話の音読とか例文の中で見ていくようにしましょうね。はい、ということです。じゃあちょっと例文を差し上げますね。例文、はい、じゃあ No.1。I bought an apple last Sunday。私は買ったよと。bought は buy の過去ね。buy の過去。はい。I bought an apple last Sunday。私は一つのリンゴを買いました。先週の日曜日。last Sunday。はい。The apple was so delicious。そのリンゴはとっても美味しかったって言ってるんですね。はい。このリンゴ、apple はだになってるのはなぜかというと、その先週の日曜に買ったリンゴを指してるからですよね。どれでもいいリンゴじゃないじゃないですか。だから the がついてる。で、読むときは the apple ってなりますね。次は母音なので、読みづらいからです。はい、ここなので、the プラス名詞っていうのは it と置き換えられますので、it was so delicious でも大丈夫です。いずれにしてもね、ああ、それねってわかるリンゴですよね。ということになるわけ。OK, number 2. Open the window と open the window。これ普通どっち使うかっていうと、どっちかっていうと下ですよね。同じお部屋にいてちょっと暑いから窓開けてっていう時でどう考えても共通認識のある窓じゃないですか。世界中のどれでもいい窓開けてとは思ってないですよね。だから共通認識のある窓なはずなのでだでいうことが多いですよね。Open the window. Number 3. I want money. I want the money. これ両方あり得るんですよね。はい。I want money は私は欲しいお金が。ただ単にお金っちゅうものが欲しいって言ってるわけですよね。別に特に色はついてないんですよね。色はついてない。でも I want the money だとだってついてるからなんか前に話に出てきてそのお金なわけですよ。特定のお金ね。はい。本人と相手の間でお互い決まってる分かってる共通認識のお金だと思いますね。この場合はね。ということが分かると。で、こういう文章はないです。I want this money とかI want my money とかこういう文章ないんですね。このお金って言った時点でもう特定してるからだはいらないんですよ。my money って言った時点で私のお金って言ってるので特定するものはあるのでもうだはいらないわけ。特定する単語は一つで良いのでということですね。はい。こういう感じで使えますよという感じです。なので、あとはだってそうなんだ、ね、それってものなんだって思っておいて、会話の中でいっぱい当たっていくとめちゃくちゃ出てくるじゃないですか。この人の中でそうなのねっていうのを見ていくと楽しいですよ。ね、ほら、人々の息遣いが聞こえてきますよね。はい、ということです。はい、じゃあここまでですね。次、there is いきますね。はい、エビン君の、このレッスン11の中にも載ってますね。there is または there are プラス名詞。はい。これはもう意味としては何々があるよっていう意味なんですよね。はい。この名詞のところにそのものとか人を持ってくるんですけども、何々があるよということです。はい。で、このね、名詞に来るものは基本的に特定な名詞は来ないんですよ。特定な名詞は来ない。だから、だとか、my とかがついたものは来ないんですね。はい。ここの名詞は相手にとって新情報であるということがポイントになります。相手にとって新情報。ね。相手がまだ知らない新情報なんですね。ということがポイントです。はい。でね、じゃあちょっと似たような例文をここに出しています。こういう例文はあんまり言わないんですよね。A bag is on the desk。はい。A bag ってどうですか？不特定ですよね。世界中のどれでもいい、とりあえず一つのとあるバッグって言ってるだけなので、特定してないんですよね。それっていう感じがないわけですよ。それっていう感じがないものが突然主語に来る新情報ですよね。なので、新しい情報が突然名詞で頭にトップに来るっていうのは、主語に来るっていうのは、
なんかちょっと変な感じがするんですよね、英語としてはね。はい。なので、これはちょっと使わにくいと、使わないということですね。一応三角にしてます。通じはしますけれども、ちょっと変な感じがするっていうことですね。これ理由はですね、英語って基本的にですね、古い情報、旧情報から新情報に流れるっていう風に基本的スタンスがあるんですよね。旧情報から新情報。ね。だから、新情報が突然トップに来るってちょっと変な感じするんですよね。っていうことになるわけ。はい。じゃあ次はよく使います。My bag is on the desk。これは OK ですね。私のカバンはデスクの机の上にあるって言ってるんですね。私のカバンって言ってるから特定のカバンじゃないですか。どれでもいいカバンじゃないですよね。はい。なので、トップに来れるということですね。不特定じゃないので。はい。じゃあ次。The bag is on the desk も同じですね。そのカバンはデスクの上にあるってことですね。で、こういうふうに言う場合ってもう物ね、このバッグに焦点がありますよね。私のカバンはね、と。そのカバンはね、と。物に焦点があるわけですよね。はい。こういう特定のものは主語に来ますよということですね。はい。じゃあ、この不特定のカバンが、ね、単純にただデスクにあるっていう時は、この there is っていうのを使うんですよね。はい。there is a bag on the desk。これはね、場所に焦点があるんですよ。さっき物に焦点があったのに対して場所に焦点があるんですね。バッグは別に色ないんですよ。ただ、デスクにカバンがあるよって言ってるだけなんですよ。そのカバンに別にそんなに焦点ないんですよね。はい。特定のカバンじゃないので。はい。こういうふうに新しい情報ですよね。突然お話に引っ張り出すわけですよね。ね。机の上にカバンがあるよって突然言うときなんですよ。このバッグの存在が相手にとって新情報なんです。新しい情報の時、突然主語に持ってきたらちょっとびっくりしちゃうので、なので there を置いてサインなんですよ。これ there って普通そこって意味があるじゃないですか。この頭の there にそこって意味はありません。だから役に出てこないんです。単純に今からあなたにとって新情報出てくるよっていうお知らせなんです。サインとして使います。だから there is から言われたら、今から新情報出てくるぞって分かるわけ、相手にということですね。だから there is a bag on the desk。机の上にカバンがあるよって客観的に言ってるわけですよね。はい。で、これに対してこの there is を使ってこの後に特定の名詞は来ないんですよ。there is a bag とか there is my bag とかは基本来ないです。それだったらもう主語に持ってこれるので、はい。もう一度言ってるカバンだったりとか、特定のカバンのはずだからですね。はい。新情報じゃないので、ということになります。で、ただですね、ここも基本的にって言ってるのはですね、やっぱりですね、会話ではですね、ここに固有名詞が来ることもあるんですよ、there isの後に。要はですね、ポイントは there is を使うときは、ここに来るものが、相手にとって新情報っていうのがポイントなんですよね。だから、例えばパーティー会場とかで、なんかこう、Oh! There's Michiko Sasaki there! みたいな感じで、美智子佐々木がいるっていう感じで、相手にとって、聞いてる相手にとって新情報なら固有名詞が来ることもありますっていうことですね。はい。こういうこともあるぐらいで覚えておいてください。基本的には there is っていうのは特定の情報は来ないです。特定の名詞は来ないです。だから、とか and とかね、そういうものが来ると。不特定のものが来るということですね。はい。なぜかというと場所に焦点があるので、そのものに焦点が当たっているわけではないので、ということですね。はい、こんな感じです。はい、ではですね、この there is を使った文章をもうね、口で覚え込ませていきましょう。とにかくイメージを描いて、たくさん口に出して、もう口で覚えた方が早いです。じゃあいきますよ。今日は there is there の例文音読10回、口で血にしようっていうことですね。No.1、この辺に新しいレストランがある。じゃあ解説しますね。There is a new restaurant near here。はい、there is あるよっていうサインですね。新しいレストランがあるよ。不特定のものですね。near here、この近くにっていう感じです。はい。near here とかもね、簡単ですけど、よく使うのはね、もう速攻出るようにしておきましょう。この近くに、この辺にね。near here。OK？ じゃあ後で音読しますね。No.2、この本にたくさん良いレシピがある。はい、これも新情報なんで、とりあえず、there are many recipes。はい、ここ複数になってるので、はい、なので、are を使っていますよ、と。出てくる新情報が複数なら are を使いますね。はい、in this book。はい、これ場所ですね。この本にということです。No.3、上の階に何かいる。怖いですね、これね。なんか物音がしたんでしょうね。なんか上にいるみたいな感じですよね。上の階に何かいるとか何かあるってことですね。There is something upstairs。はい、
この something っていうのが、新情報なわけですね。はい。何かいる、ある。ね。upstairs は上の階にっていう副詞です。はい、No.4 トイレにティッシュがありません。これ言わないといけないですよね。ホテルとかでね。There's no tissue in the bathroom. はい、No tissue があるっていう言い方なんですよね。No tissue がある、つまりないってことですね。In the bathroom お手洗いにっていうことになります。No.5 うちのチームに女性スタッフはいません。There aren't any female workers in my team. はい、今度は複数の否定になりましたよね。はい。any female workers 複数になってますね。はい、not と any 一緒に使うと0ですね。はい。女性の workers 労働者、働く人は全くいないということになりますね。in my team の中に。OK。では No.6 テル、あそこに可愛いコアラがいる。はい。なんでコアラにしたかっていうと、私大学生の卒業旅行の時にオーストラリア行ったんですよね。で、コアラ初めて見たんですよ、生で。で抱っこさせてもらえるところで、私コアラにそんなに興味なかったんですけど、めっちゃくちゃ可愛くてびっくりしました。ピトって抱きついてくるんですよね。はい、っていう感じで、はい。OK、Teru, there is a cute koala over there. はい、テル声かけてるわけですね。はい、there is あるよと。何があるかっていうと、a cute koala がいるよ。こう生き物にも使うからですね。っていうことですね。over there 向こうにっていうことになります。No.7駅の近くに駐車場ありますか？これ観光行った時とかに使いますよね。No.7 Is there any parking near the station? はい、any parking これ数えてないんですね。止めるとこっていう空間なんですね。はい、near the station 駅の近くにということになります。No.8 冷蔵庫に食べ物ある？ Is there any food in the fridge? はい、any food これも数えてないんですね。食べ物、注文ある？いくらかあるってことですね。in the fridge これは冷蔵庫です。No.9 それの何が悪いの？つまり悪いことあるってことですね。Is there anything wrong with that? はい、anything なんかある？と聞いてるんですね。wrong は anything にかかります。wrong は悪いという形容詞ね。後ろからかかります。悪いことある？ with that それにおいてっていうこれ場所ですね。はい。No.10 ここから5分のところにスーパーがあります。はい。There's a supermarket 5 minutes from here。はい、スーパーマーケット。これが、新情報ですね。スーパーマーケットあるよーと。5 minutes from here。この言い方ぜひ覚えたいですね。ここから5分ってことですね。OK、No.11。すぐその角に素敵なカフェがあります。There is a nice cafe just around the corner。はい、ナイスカフェが新情報ですね。ナイスカフェがあるよーと。just around the corner。ちょうど角のあたりに。これもよく使いますね。ちょうど角のあたりに。ちょうど角のあたりにっていう意味の時もあるし、本当にもう目と鼻の先みたいに使うこともありますね。はい。では、No.12 ホテルの近くに和食屋さんありますか？と質問。Are there any Japanese restaurants near the hotel? はい、any Japanese restaurants これ複数ですね。はい、なので are で聞いてますと。ありますか？と near the hotel、ホテルの近くにということですね。はい。なんで、この構文って本当道案内とかでもよく使うしね、観光に行って旅行先でね、これこれありますかって聞くときにもすごく使えますよね。はい。では、文法を知ったらイメージを浮かべて、どんどん声に出しましょう。10回私の後にリピートしていただいて、この動画の中だけで自分の体に注入するつもりでやってみてくださいね。はい。では行きます。No.1 There's a new restaurant near here. There is 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 a new restaurant near here. Okay, No.2 There are many recipes in this book. 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 There are many recipes in this book.
There are many recipes in this book. There are many recipes in this book. There are many recipes in this book. Number 3. There is something upstairs. 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 Number 4. There is no tissue in the bathroom. 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 Good. Number 5. There aren't any female workers in my team. 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 Good. Number 6. Teru, there is a cute koala over there. 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 Okay, number 7. Is there any parking near the station? 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 Good. Number 8. Is there any food in the fridge? 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 Number 9. Is there anything wrong with that? Is there anything wrong with that? Is there anything wrong with that?
Is there anything wrong with that? 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 Number 10. There is a supermarket 5 minutes from here. 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 Number 11. There is a nice cafe just around the corner. There is a nice cafe just around the corner. There is a nice cafe just around the corner. There is a nice cafe just around the corner. There is a nice cafe just around the corner. There is a nice cafe just around the corner. There is a nice cafe just around the corner. There is a nice cafe just around the corner. There is a nice cafe just around the corner. There is a nice cafe just around the corner. Number 12. Are there any Japanese restaurants near the hotel? 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 はい、という感じですね。はい、とにかく文法っていうのは知識として知ったら、あとはどんどん口に出して、はい、声に出して体に入れていきましょうね。ああ、そうなんだで終わってたら使えませんよ。ということですね。はい、本日も何か気づきがございましたら、グッドのボタンをいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。バイ